どんな1年でしたか？怪我の1年でしたね。本当に怪我しかしてなかったですね。動けない時ってあるでしょ？はい。何してる YouTube とかひたすらチャーハンの鍋振り動画を見てます。チャーハンなんか人によってやっぱ違うじゃないですか、鍋の振り方みたいな。お玉入れてシャ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 やるタイミングも違うし、何を研究してるんですかね。なんか久々の試合なんで楽しみますよ。僕のダンス楽しみにしててください。滝沢健太が井上直樹を幻想もろともぶっ壊しに来ます。バンタム級タイトル戦線を占う上でとても大切な一戦をこれから迎えることになります。地獄のエンジェル井上直樹が狂気の翼を広げ埼玉スーパーアリーナに降臨しました。入場の時どんなこと考えてるの？花道若干距離あるじゃないですか。何したらいいんだろうななんか困りますよね。なんなら飛んで入りたいですよね。そしたらもうエンジェルの格好していくんで始まりました。いきなりバックキックを出していきました。一撃必投の空手王子、そして左のハイキック滝沢健太。一方井上直樹もここはフェイントを使いながらというところであります。最初は打撃でローを蹴ったりしてちょっと距離感覚掴んできてからコンビネーションつなげたりしてそこからまたタックルいってみたいな。前蹴りを出していきました。この空手の技滝沢健太。打撃で組み立てて、効かせて倒したら倒すし、テイクダウンもたまに織り交ぜたかったですし。そしてワンツー右のストレート。ジャブが当たってきて距離が上がってきたらワンツーでだいぶもう1分ぐらいでつかめてきた感じですかね。そして右のストレート。そしてタックルテイクダウン。ナイスナイス、完璧だ完璧だ。ここも水崎さんと一緒にテイクダウンの練習もしてたんで本当にプラン通りいけたかなって感じですかね。いや井上選手は、肩パンチこういうのやってくるんですよ。そして肘、はい、キックです。結構ゾッとしたよね、見てて。怖えなこいつ。本当ですか、地獄のエンジェルだと思いましたエンジェルの部分出てました。でも滝沢選手もうまくディフェンスはしてるんですけど止血がちょっと多いですね。そうですね。流血が激しくなってきました。腕気をつけてほしいです。腕。そして腕ちょっと取ろうと思って決めようとしてたんですけど時間ないんで最後ダメージだけ与えて終わろうと思ってサッカーボールで終われましたね。サッカーボールキックだ。サッカーボールキックを放っていったところで今ゴングが鳴らされました。早めにテイクダウン行こうかなとは思ってたんですけど絶対向こうも警戒してると思うんでフェイント入れながらって感じですかね。右のハイキック。これは相手のこっち側が切れてるんでそっちメインで狙ってたって感じですかね。うわそうなんだ。本当の面白い左。かなり厄介な相手。バックを取るんですが奥を倒していきました。時間いっぱい使って仕留める感じでいいぞ。ラウンドいっぱい使え。サイドポジションを取っています。そして膝蹴りです。やらしてバック。バックを取るか。これはちょっと高坂さん後ろに来ましたがね。バックを取るんですか。今正対しました。正対しました。しかし十字を取る。十字を取るか。腕を取られるか。アンバーだ。アンバーを抜いていく。三角バール。しかし抜けた。こうちょっと急いじゃったかなって感じですかね。球種にしょえました。さあしかし食いついた。またテイクダウン。際を作らない。普通はここでもう一回作り直すんですよね。すぐにスカートに入ってました。得意らしいねこれね。全然感じなかったですね。だいぶ削れてるのかなってちょっとこの時思いましたね。出ました。もうこういう、鉄です。無理に立とうとしたりとかそういうようなのは、1ラウンド目で結構削られちゃってなんか寝技のディフェンスがちょっとずつ対応が悪くなってきちゃったなって思って、腕来てるの分かっていたんですけど逃げる余力がなかったですね。ここは腕を取るか。これ逆の腕を取る。アームロックを狙っていく。これ危ないです。アームロックを決めた。これが地
地獄のエンジェル井上直樹。はい、気持ち悪かったですだけどもうタップしないのが悪いっていうか、もうその形に入った時点でダメだと思うんで、自分だったらすぐタップしちゃいますけど悔しいな。悪いな。上のキープは本体より強かったです。まずなんだよこれ。やっぱりかって思われるのが嫌だし、ダセえなって思っちゃうんですね。今日の俺はダサかったな。ショックですけど、諦めたら終わりなんでね。笑いたいやつは笑えって感じですね。まあ這い上がる。それでは井上直樹です。マイクを持ちましたが大丈夫でしょうか。話すかな。こんばんは。今日は31日おみそかまでここに来ていただきありがとうございます。今日ちょっと物を持ってきたんですけど、用意してたんですけど家に忘れちゃったんで、ちょっとまた持ってきます。これ優勝ある？ありますあります。次何かあるんだなと思わせる。完勝だったね。いやでもやっぱジャブ少なかったですか。そうだね解説の杉山静香がみんなこういう試合をやりたい、お手本のような試合だっていう課題が残る試合だったかなというふうには思いましたね。もっと拡散させて相手を自分のペースに持っていけたらいいかなというふうには思いました。その辺が甘かったかなっていうふうに。誰と戦いたいとかってありますか？まだそんな強い選手とやってないんで、ベラトールの選手たちとできるといいですよね。アーチュレッタとか面白い試合にさせます。はい。ボーナスはやっぱ欲しいですよ私ボーナスなしや。こんな好きキャラになってんですねまあそれ誰でもそうでしょ強いと思います。はい、そこちゃんと超えれるように頑張ります。ライジン初参戦です。密林の大蛇コジェリオ・ボントリー、2019年2月から UFC を主戦場とするとフライ級で世界ランキング7位に、得意のリアネイキッドチョークは7色を超えて8つのバリエーションが存在。今第1ラウンドのゴングです。さあ高坂さん、はい、またライジンにですね、1人トップファイターが参戦ですね。そうですよね。作戦は基本打撃でいけたらいいなとは思ってました。テイクダウンも強くて、打撃も一発あるんで、その一発だけ気をつけてバック取られないように。結構ローだし、多分ロー嫌でサウスポーになったのかなと思ってます。この一本勝利、はい、このサウスに変えた時左ストレートをカウンターで入れるのを、まさにその左、trocar pouco de porrada e colocar a luta para baixo e finalizar。突っ込んできました。ただ組の展開に持っていこうというのは元谷祐希です。左を指しています。コーナーに押し込んでいくのはボントリン。やっぱ組際からバック行くのうまいんで、そこはしっかり対策していきました。大体こう左のオーバーハンドは元谷組に行きます。体勢入れ替えて膝右のショート、ボントリンです。縦肘ですね今。はい。これがすごく厳しいので、結構いい対処というか、相手のやりたいことを防いでたんで、相手はすごい力使って疲れたやろうなと思いました。ライジンバンタム級、再びサウスポーに構えるのはボントリン。右のローキック、第1ラウンド同様入っていったのは元谷祐希です。そして元谷一つの課題としては、完全に1本でも KO でもフィニッシュしたいと。右ランパーも織り交ぜていく、左のフック。多分この前蹴りが結構入って、相手はちょっとタックル来
きたそうな感じを前から出してたんで、それが多分見えて膝合わせました。これまあ元谷誘ってますよ。これボントリー選手嫌ったですね。腹効いた。そして三日月、はい、これが星を攻めたフィニッシュ。元谷2022年最後に有言実行 KO フィニッシュ。密林の大蛇を一差し仕留めました。E eu sempre tratei todos os meus adversários com muito respeito. E então o fato foi que eu não consegui me soltar. Então confesso que me surpreendeu um pouco. Eu fiquei um pouco nervoso, não consegui me soltar hoje. Todos os eventos que eu já lutei na minha vida, eu nunca fiquei tão nervoso e tão surpreso, né, com a grandiosidade do evento. いやもう大したもんだよ。みんな KO 見れるなんて。お、ボーナスもあった。KO はしゃ。年間の KO は。今気づいた。誰か赤飯がいいよ赤飯。だからさ、最高すぎるわ。これが。星を攻めた。稼ぎました。あんまり試合をたくさんしない選手も増えてきてるじゃん。ああ、副業があったりとかさ、そういう考えはない。格闘技が一番稼げるんで、やっぱ格闘技が一番楽しいんで、一番したいことですね。来年バンダムの上位陣誰でもいいんでよろしくお願いします。上位陣って誰なんですか？上位陣、朝倉海、キム・スーチョル、井上直樹かなと思ってます。ツイッターとかでアピールとかしないじゃん。そうですね。今のところ朝倉海選手が多いです。朝倉選手としたいですね。もうチャンピオンなんで、僕ライジンでそんなめちゃくちゃ勝ってるわけじゃないんで、挑戦に使ってもいいんじゃないかなと思います。頭涼しくなりました。いやもうマジでニット帽かぶって寝てました反省ボードではないいろんな意味を自分の中であって、いろんな思いを込めて絶対やってくるぞ。素敵なごまを作る団長の中に大きな拍手をお送りください。絶対やってくるぞ。改めて優勝おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。忍者タートルズのコスチュームで登場です。 UFC で16戦を戦い、デメトリアス・ジョンソンと2度タイトルマッチを争ったフライ級のレジェンドです。オクタゴンの軽業師ジョン・ザ・マジシャン・ダドソン。おまけで打倒キッドがついてくるから、みんなで戦おう。行くぞデビューから22年です。67試合目、そして11回目の大晦日。まだまだいける、まだまだ強くなれる。弱ったのは涙腺くらい。元戦うフリーター改めライジン涙のカリスマ所秀夫45歳です。さあ瞬き厳禁で最速のフライ級いきなり仕掛けたところです。笑ったニヤリ。ノーブローですね。蹴りが入ったんですかね。いいリラックス、いいよ、いい緊張が大丈夫アホかコンディショニングがそんなに良くなかったっていうのはもう一発目でミットを持った動いたの見て分かって、
動き始めちゃえば体調悪いなりにも動けちゃうから、そこまでどうにか持ってきたかったんだけど、最初の走ってった時のね、あれが金敵がなければもしかしたら楽しくいけちゃったかもしれないけど、あれで止まっちゃったから。さあ入れ替わります。ミドルキックキャッチしたのはダッドソンの方です。さあここから来ないね。And knowing that he was such a ground expert, I know that that was going to be his specialty, and I wanted to showcase my specialty. 打撃から、下から引き込んで1本でもいいし、とにかくこう動いてお危ない。さあ攻めてくる。バランス。はい、動きの中で1本取りに行きたいと思います。はい。待たないそこ待たない足使う。入るな入る。追ってくる。また追ってくる。左に乗ってしまった。レフリー止めた。ジャン・ダッドソン圧倒的圧巻。さあこれがその試合のハイライトシーンです。フェイント見せてボディ。これまだ途中の場面。ちょっと背中向けちゃうので見えないパンチが本当に効くんで。左ですね。左だね。ありがとうございます。Thank you all for coming out. Hey, you guys give him another round of applause. He's a legend. He's a great man. I look up to that dude. He's my idol. すいません。こんな時もあるよ。勝ったり負けたりで楽しませてもらってんだから俺は。これは僕のそうです。さあじゃあ。Thank you very much. Thank you. Respect all of you. Yeah, I have nothing but respect for you, boss. マイクでも Thank you ところ。Yes. You needed all of it. You are a legend, man. Without you, none of this is true. Yeah. Thank you guys for having me. Like, I came out there crushing his spirit and at the same time, right, like making sure that you guys won't ever forget me. So after your fight, Horiguchi and Oki Kubo, do you know Oki Kubo? I know Oki Kubo. I know that Horiguchi and both of them have fought each other twice, and it's been 1-on-1. And I know for a fact it's going to be one of them that I'll be facing next. So I hope I can go ahead and see what they have to offer me, because we already know I'm going to be the king in this division. そんなこと言わない。まあとりあえずちょっとゆっくりして。まあ帰って冷静に考えます。まあこのままじゃ終わりたくないですよね。やっぱりやりきってしたいです。はい。終わってみたらあっという間だったなっていうような印象ですね。海外の選手とかはやったこともないし、データもあんまりなかったので難しいなっていう。トーナメントを通して勝っていく中で女子格闘技をもっともっと盛り上げていきたい、認めてもらいたいっていうような思いがあったので、やらなければいけないことが多いような1年ですごいやっぱり大変でした。伊沢は言います。決勝戦、エンタメ要素もない、花もない、見せるのは本物の強さだけ。8戦8勝、未だそこが見えない。負けることを知らない、勝つことしか知らない第4代ライジンスーパートム級チャンピオン伊沢聖華。 MMA 初の栄冠へ、そして伊沢聖華へのリベンジへ。決勝戦でやるならパク・シュウ選手かなっていうような予想でした。全てを奪いに行く逆襲のコリアンクイーンビーパク・シュウ。2022年女子格闘技の頂点はこの2人によって争われます。第1ラウンドのゴング、リング上手を合わせました。打撃のところでリーチ使ってジャブとかついたり足使いながら戦っていこうっていう。
ここはオーソドックスに構えてお互い右が入ったところ組みに行ったのは伊沢。伊沢選手バック取れたらチャンスですね。ここでずっと立った状態でのバックになっちゃったんで、逆に自分も足削れちゃったなっていう。残り20秒切っています。パク・シュウにとってはしのぐ時間。伊沢選手はこのままもうラウンド終わりを聞く方が、倒しに行くよりも削ってアグレッシブのポイント上げていった方がいいかなっていうことで、見える攻撃を増やしました。右の膝もあった。膝一発返していったパク・シュウです。ここで第1ラウンド終了。横田さんはいい展開だぞって言ってくれたんですけど、バックついてるとすごい足がパンパンになって疲れちゃってて、パクシー選手の打撃はいいですね。特に効いてるパンチはなかったので、ただまだステップがうまくできてないのと、1ラウンド目足効いちゃったのもあって。このシングルレッグ、いや切ったか。そうですね。決めがある選手だったらすごい嫌なポジションなんですけど、パク・シュウ選手決めれる技が多分なかったので、逆にポジションこういう風に取りに行ったって感じです。打撃前に出ていくのはパク・シュウ、応戦します伊沢聖華。残り10秒切った第2ラウンド。打ち合うしかないので、そういうところで引かないっていうような練習をしているので、打撃工作しても大丈夫だなっていうような自信もありました。타격을 조금 연습을 많이 한 것 같네요. 右のストレート、左も打ってくる伊沢。前に出るのは伊沢。ずっと自分が攻めてパク・シュウ選手がディフェンスして、自分が攻めてディフェンスしてっていうようなパターンだったので、自分の方が取ってるんじゃないかなっていうような印象はありました。1年2ヶ月ぶりのリマッチはこのライジン世界一を決める舞台です。ファイナルラウンド、伊沢聖華とパク・シュウ。まずは拳、今絡みついていこうというところ、振り切りました。振りほどきましたパク・シュウです。いいかなっていいかなっていい。右伊沢。ストレートを効かせた時に、チャンスだと思って行き過ぎちゃって、さあいなしてバックを取ったのがパク・シュウです。自分が止まれなくてバック疲れちゃって、でもバック疲れた時の逃げ方とか対処とかもできるので、回ってって足解除して自分が立って攻めていくっていう感じです。ここはしつこいですよね。はい。両腕でグリップクラッチを組んだパク・シュウ、絡みついていく足から伊沢。ギロシン狙ってるんですけど、やっぱリングだとすごい倒しづらいなって、ロープに引っかかっちゃうんで、ケージだったら結構入ってたんじゃないかなって思います。さあ残り1分を切って踏みつけがあったパク・シュウ。切ったどうだ伊沢。フロントを取ってる時にパク・シュウ選手が解除してきた時に、左手のグローブがここで取れちゃって、店で取れましたって言ってるんですけど、絶対今言っちゃいけないところですもんね。残り間もなく40秒。一つ大きなシーンを今パク・シュウが作りました。トーナメント決勝戦、パク・シュウを見つける、超えてきた、見つける、時間がない。どっちだ。ここで試合終了のゴングです。最後のが印象悪かったかなっていうイメージがあったので、どうなんだろうっていうのはあったんですけど。ジャッジ松宮、青パク、赤伊沢。割れた。伊沢割れました。赤伊沢聖華、辛くも勝ちました。判定2対1。오늘 박시우를 위해서 응원해주신 분들 감사하고, 많이 노력했는데 시합 때 아무것도 못 보여줘서 죄송합니다. 더 열심히 노력해서 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.
그래도 제가 타격은 조금 더 많이 데미지를 준 것 같고 3라운드 때 좀 많이 데미지를 준 것 같은데 이 퍼포먼스가 좀 잘 안 나온 것 같아서 제 스스로 좀 많이 속상하네요. 아직 목표는 시합이 방금 끝나서 없고 근데 이번 시합을 보여드린 게 없어서 일단 박시 응원해 주시는 분들한테 죄송하고 감사합니다. お疲れ様です。ゆっくり休んでください。ありがとうございます。パク・シュウ選手、本当に強くて怖くてすごく怖かったです。恥ずかしいです。もう泣くなよって言いたいですね。自分に。優勝賞金たくさんもらったので、コロさんと結婚式したいです。プラネタリウムみたいな挙式を挙げたいですね。最初雷神に出させていただいた時は何も知らず、ただ今まで絶対王者と言われていた浜崎選手に挑戦させていただくっていう側だったので、ただ自分がやりたいことをやればいいやっていうような意識だったんですけど、チャンピオンになってトーナメントを通して勝っていく中で女子格闘技をもっともっと盛り上げていきたい、認めてもらいたいっていうような思いがあったので、決勝戦でパク・シュウ選手とやってすごい判定で割れたんですけど、そのことでどっちが勝ったどっちが負けたみたいな声がすごい多くあって、不甲斐ない試合しちゃったなって思う反面、逆にそれだけ女子格闘技を真剣に見てくださるファンの方が増えたっていうことは、男子格闘技と同じような競技として認められてきているのかなって思うと、すごい嬉しいっていうような気持ちもあります。もっともっとたくさん強い選手とやっていきたいし、その中で新しい海外の強い選手とやっていくことが自分の成長に一番つながるのかなって。今年は圧倒的な強さとかっこよさを楽しみにして